最近やりたいことや楽しみが全然ありません。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、また史上最悪最低なね、世界を滅ぼすチャンネルということでやっておりますネガティブマンです。ということで今日はね、そうですね、今に心と書いて念ですね。念力、念というのは存在するのかどうなのか、ということについて語っていきたいと思いますけれどもね、念力、思いですね。思いなんてあるのかと、ないですねという最初に結論から申し上げて、念力、念力、あれですね、思いの力なんてものはないという結論から申し上げてね、そうですね、今回の動画に題名をつけるとするのならば、結局念なんてないってことですね。世の中は所詮物理であるということですね。そうです。私結論から申し上げて念っていうものはないんですけれども、なぜないのかという検証ですね。私幼少の頃からオカルトに凝っておりましてね、あれですよ、つい最近までおっさんになるぐらいまではね、念力、思いの力というのはあるんじゃないのかっていうところをね、ちょっと信じていた節があります。でもね、幼少の頃からじゃあなんて言うんでしょうね、例えば気に入らないやつは死ねばいいみたいなね、死んでくんねえかなとかね、いっぱい私こういうね、ろくでもない性格ですからね、さまざまな争い、トラブル、喧嘩というものに関していろいろ迫害も受けてきましたしね、いろいろ対立構造があって、でもね、オカルトも多少かじってますからね、黒魔術をかけてみたりとかいろいろやりましたけれどもね、ほとんど効果がないですよね、念というものにね。大人になってからもね、なかなか手出しできないやつに対してね、ちょっとやってみましたけれども、やっぱりあんまり効果ないですね。つまりね、念力なんてものはないし、結局ね、世界は物理なんですね。物理ね、物の断り、物理ですね。結局行動するしかないですね。動くしかないんですね。動くことによって物事はね、動いていかざるを得ないっていうことですね。世界を滅ぼすチャンネルと言ってる割には全くね、見当違いな動画ではありますけれども、この間ね、数本前かどうか忘れましたけれど、前の動画でもね、因果応報がない、因果応報なんてないんだよと、あるのはせいぜい自業自得ぐらいだよと、暴飲暴食を続けてね、糖尿病になるのはそれは自業自得だったりしますけれどもね、危ない冬の雪山に挑んでね、遭難するのはそれは自業自得じゃないですか。でも因果応報ね、何百万人を殺してもね、天寿を全うする独裁者を見てみろとね、いろんな恨みを買ってるのに余裕でね、天寿を全うできるわけですから、もうね、
因果応報なんてないんだっていうね、素晴らしい。なぜね、でもね、因果応報がないとかね、今回のようなこう念力なんてないっていう動画を作ったのかっていうと、やっぱり根本にはね、やっぱり人間っていうのはこの常識にね、こうなんていうの、人類の歴史の中でこう人を支配したりコントロールしたりするためにこうなんて言うんでしょう、こうある意味奴隷みたいなね、ある意味こう人民をコントロールするためにこうね、いろいろな理屈をつけてこう支配するためにね、人間をある意味支配するためにこう植え付けられた常識みたいなのがね、この世界にはいっぱい転がってるわけですよ。ね、因果応報の話もそうですし、この思いの力はあるよみたいなね、そうだから善行をなさなきゃいけないよとかね、そう全部ね、嘘なんですよ。その嘘っていうのもあれですよね、因果応報の回にも言いましたけれども、人類の歴史を見ればね、あっさり論破できますね。今回の念力についてもまあ似たような話ですよね。念力なんてものが存在してですよ、それが多少なりともこのねパワーね、力こそパワーみたいなね、そういう念力というものがはっきりと少しでもね人間の力として使えるのであるのならばですよね、悪い政治家とかね、例えばこうネット上で炎上する人物だったりとかね、嫌われているインフルエンサーだったりとか、まあね、それは職場小さなところで言えば職場で嫌われてるやつだとかね、嫌われてる上司がブラック企業の上司だとかね、経営者だとかね、もうそれは恨みを買ってるわけですから、念力なんてものがあるのならば彼らはね、即日で死亡するか近いうちにね病気になって死ぬかしてないとおかしいんですよ。してないでしょ。昔からよく言いますね。なんでしょう、憎まれっく世にはばかるみたいなね、それと似たようなもんでね、憎まれっ子なのにね、みんなから恨みを買ったりとかね、非常にこうなんて言うんでしょう、念力があったら呪い殺されてもおかしくない。つまり呪いもね、呪ってるよっていうことを本人に伝えないと全く聞かないっていうのは、それは言われた方の思い込みで聞くわけであって、念力を持っていろんな呪いをやってもね、効かないんですよ。効かないんですね。それと同じです。念力っていうのは効かないんですよ。思いの力なんてね、夢を持てとかね、ポジティブな話をすれば夢を持てとかね、または自分自身でこう思いを強くしていれば願いが叶うとかね、それもまたないです。今までネガティブな話題を今話してきましたけど、ポジティブだもの同じことですよね。私ね、ちゃんと実験したんです。若い頃にね。10年くらい思い続けてたら願いは叶うよみたいなね。そういうなんかこう自己啓発的なことを言うアホなやつがいて、じゃあ試してみようと思って、まあ言霊なんてないっていう動画も昔にね、私作りましたけれども、その時にも言いましたけれどもね、10年間ぐらい僕本当にね、自分はお金持ちに必ずなるし、なれるんだ。もうなったみたいなね。あとね、女性にモテるんだとかね、モテる。いやもうモテているんだみたいなね。思いでも言霊口に出したし、思いにおいてもそう思ってたし、で結果どうなったかね、もう何にもないですよ。経済的にも破綻したしね、女性にアタックすること数多かったですけども、何一つ成就してませんからね。ほら見ろってことで
ことですよ。僕は本気でね、自分を実験台にしました。そしてね、敗れ去ったんですけど、やり方がどうのこうのとかね、スピリチュアルな連中はまた言うんでしょうけども、そんなこと関係ないですよね。思いにおいて本気だったわけですからね。もう言霊も嘘っぱちだし、思いも嘘っぱちですよ。八百長ですね。そうなんですよ。私が言いたいのはね、なんでそういう冒頭言い忘れましたけれども、なんでそんなこと言うのか。因果応報とかね。だから人間は縛られてるんですよ。いろんな嘘っぱちな言論や言説にね。昔からの掟だとか常識だとか宗教的ななんかこうなんて言うんでしょうね、昔から言われてるようなこととかね、人間世界中の人が騙されてるね。もちろん日本だって騙される、日本人だって騙されてますよ。騙されてるんですよね。騙されてるだけならいいですよ。人間を矮小化されてね、こう自由を奪われるわけですよ。そういうことを言われるとね。そうで結局物理的に動かないわけですよね。思いがどうのとか言霊がどうのだとかいうことに縛られると動かないわけですよね。だから山上大先生のようにね安倍のしんちゃんをねこう実際に武器を使って銃撃することによって事態は動くわけですよね。物理でいかないとね何も始まらないんですよ。そこをねこううまいことコントロールをされる因果応報の話もそうですしね、言霊の話もそうですし、この思いの力念力とかねないですからね。皆さんないですよ。私自分で実験台としてね実証しましたしね、嘘だと思うなら試してみてください。そして歴史を見ればね一目瞭然ですね。そんなものがあるんだったらとっくにね世の中はもっとすっきりとね平和な戦争で苦しむ人も飢餓で苦しむ人もね貧困で苦しむ人もいませんよ。そういうことを言いたいわけです。つまり物理でしか世界は動いていかない、自分の周りも動いていかないんですね。その良い例としてですね、この動画を思い立ったね一つのきっかけでもありますけど、先日ね私はねまた喧嘩をしてしまったんですね。人生において何回やるんでしょうね。これからもしていくんでしょうけれども、それはいいんですよ。ネガティブを肯定する男ネガティブマンですからね。まあそれはいいんですけれどもね、やっぱりね実際にね思いによってね人は変わらないし自分も変わらないんですね。物理、そして喧嘩という物理的な動きがあって初めてね周りも動いていくんですよ。そうなんです。周りも動くし、なんて言うんでしょうね、労働場においても動くし、経営者も動かざるを得ないし、まだね警察も動かざるを得ないわけですよね。だからそういういろいろな動きがあって、またそのね憎たらしい相手もね憎たらしい相手に対してこう思っててもね、それから上司であれ同僚であれね、あれですよね、動かないわけですよね。実質的に思いじゃなく言葉であれ行動であれ動いていかないと動かないんですね。周りも動かないんですね。で喧嘩したことによってあれですね、労働においていい条件をね今回引き出せたのでね、まあね、ネガティブなことを言う男にとってはね、プラスに動くっていうのはちょっとね気に入らない結果ですけれども、まあねいい言説を引き出せてね今後やめやすくなったなと思ってありがたいなと少しは思ってますけれども、とにかくね動かないとダメなんですね。物理なんですよ。思っててもしょうがないんですね。移民に反対だっていう、例えばあれですよね、
そう岸田許さないとかね、自民党滅びろとかね、フェミニスト滅びろとかね、なんかこうネット上で、私はそんなこと思ってませんけれどもね、そう声を上げるってすごく大切じゃないですか。私も今ね、世界は滅びるべきだね、そう労働はなくすべきだとかね、そうバカだなと思われるかもしれません。そうでもね、全くね、こう自分の欲望100% ばかりじゃなくてね、120% のその 20% ぐらいは本当にね、世界のためを思ってるんですよ、正直なところね。そうなんです。そう別に動くっていうと、まあデモをしたりね、山上先生のようにね、実力行使も大切ですけれどもね、やっぱりなんやかんやあれですよね、声を上げるって大切だと思います。そうね、声を上げるとそれに反論するやつが出てくる。反論するやつが出てきて、そう対立構造が生まれて、そして世のね、大半のね、平和ボケしてこうよだれを垂らしているアホたちはね、どっちが正しいのかなって考え始めるね。もう十分影響が大きいですよね。世の中ってだから声を上げないと変わっていかないんですよね。そういう意味合いにおいてもね、このチャンネルがね、まあ私も余命いくばくかしかありませんからね。そうね、労働しなくても済むぐらいのね、YouTube が成功したいなという欲望を拭いきれませんけれども、まあ無理でしょうよ。それはそれとしてやっぱり遺言としてね、全人類に対する遺言としてやっぱりこう残していきたいんですね。そう真剣だね。そう反出世は正しいし、安楽死も正しいしね、氷河期世代はね、世の中に対してね、もう大っぴらにね、しっかりと復讐するべきだし、まあその他この他ね、やっぱり世界は滅びるべきだし、そうね、この世界は神の失敗作で間違いないしっていうね、いろんなことをね発信していきたいんですね。そう発信しなきゃダメなんですよ。だからさっきの冒頭のね結論にも戻りますけれども、念力っていうのはもうないですからね。ないです。そう結局ね、声を上げなきゃうるさいとも思われませんよ。そう先ほど私のね、ろくでもない喧嘩の話をしましたね。やっぱり喧嘩をしないと周りもね、相手もそういろんなものは動きませんからね。そう敵も動かないし、こっちも動かないしっていうことになってしまうとね、悪い状況は変わりません。そうブラック企業に対してもブラック企業だよって言わないと動きませんね。つい最近なんか面白い動画でね、ブラック企業の口コミをね Google で開示して、そう争いになってたっていうやつがいましたけどね、いいんですよ、それでいいんです。声を上げていかないと。王様は裸だって言わないとダメなんですよね。そう王様は裸だからね、風邪ひきそうだなとか、王様は裸なのに威張ってるとかね、そう周りのやつに担ぎ上げられて、ね、国が愚かになってるとかね、思っててもしょうがないんでね、やっぱりね、声を上げていかないといけませんね。そう思いがいかに、思いというものは全く意味がないっていうことをね、そう思いがあるならまずね、口に出さないと、発信していかないと、もう書き込みでもいいです。何だっていいんです。そう物理なんだな、
悲しいけれども世の中って物理なんだな、この世界は物理なんだな、そうね、嘘だと思ってみたらあれですよ。例えばね、近所にある木でもいいですよ、猫でもいいですよね、倒れろとかね、死ねとか思ってみてください。絶対死なないし倒れませんからね。そう、思いって全く意味のない力なんで、そうね、世の中薄汚いね、行動力のある発達障害みたいなやつがね、そう、あとサイコパスみたいなやつがね、そういうやつの方がうまくいくんですよ。なぜなら行動するからなんですね。そう悲しいけれども、でも行動力がない、私も行動力全くないですよね。冒頭ね愚痴ったように、楽しいこともね、嬉しいこともね、やりたいこともなんか特にね、おっさんになってますますなくなってきてね、ますますね、世界ランカーであるね、引きこもりの才能がね、腕がありますから、もうね、休日とかもう本当に引きこもってね、あと風呂入っていない界隈とかね言われてますけれどもね、そんな話が出る前からね、もう風呂に入るのが嫌いでね、それでも毎日入ってたんですけども、辛くなってきてね、中3日制にしようと思って、中3日ちゃんとね、間はちゃんと体拭きますよ、拭きますけれども、中3日制にして、でもその中3日制も最近辛くなってきてね、今日なんかちょっとね、あれです、もう中4日に突入してるんですけれども、もうめんどくさいですね、本当にね、嫌になってきます。というぐらいね、やっぱりね、結局は物理なんでね、思いの力はありません。結局世の中は物理ですということをね、お伝えして、ですからね、これを見てね、たまたま見てしまった人たちもね、そうか、世の中は物理なんだなと、ね、ネガティブマンがこう自分の体を持って実証してくれたんだな。そして冷静になってね、歴史を見てくださいね。全てね、力による解決ですよ。力こそパワーっていうね、全部ね、問題の解決は力なんですね。行動なんですね。物理なんですね。悲しいけれどもそれが現実。悲しいけどこれ戦争なのよねっていうね、名言があるようにね、悲しいけれどもこれ物理なのよね、それがこの世界です。ですからこうね、でも悲しくもないんですよ。悲しくもない。思いがあれば素晴らしいみたいなね、そういう思いの力があるから、なんかこうね、なんかこう人に迷惑をかけちゃいけないよみたいな、そういう人を萎縮させるようなね、コントロールするような、支配するような、そういう言説に惑わされない、スピリチュアルなね連中に惑わされないっていうことにもつながりますからね。思いの力なんてないんだっていうことをね、それだけでも覚えてね、書いていただけたら幸いですね。話したいことの半分も話せてないですけど、まあでもとりあえずね、これも結構シリーズが因果応報がないみたいなね、言霊はない、因果応報はない、思いの力はないシリーズみたいなね、こう世の中のこの常識をね、人をコントロールする、萎縮させるようなこう言論だったりとか常識だったりを破壊するシリーズだと思ってくださいね。まあいいです。とにかくね、世界を滅ぼすために皆さんね、お力添えをお願いしたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。明日にも今日にも世界が滅びますように、核の炎に包まれてしまえばいい。ネガティブマンでした。